はい皆さんお久しぶりです。ゆっくりパルシーよ。同じく久しぶり、ゆっくり遊戯だ。今回紹介するのは前回のゴジラでも少し触れていたこちら。ハイアトイズキングギドラ2019。まあ私らが挨拶してる時からすでに後ろで動画流れてたけどな。去年の年末に発売されてたし、塗装や他との調整でここまで動画遅れてしまったわ。それにキングギドラもこいつの塗装違いの光線エフェクト付きが発表されちまったし、完全に旬を逃しちまったな。それに関しては申し訳ないと思っているわ。今更レビュー動画なんてとも思ったけど、一応塗装した部分もあるし気軽に見てもらえると嬉しいわ。それじゃそろそろ主が不慣れな手つきでギドラに触ってるし説明していくか。大きさはまあ見てわかる通りかなりのものだ。背の高さもだが可動軸も入った翼の迫力が圧巻だ。専用の支柱パーツもあるんだけど、撮影中は支えなしでずっと自立してたわ。塗装の方も話そうかしら。元の製品自体かなり凝った塗装がされていたんだけど、好みで全体にマホガニーやオード系を加えたり、ウェザリングカラーのステインブラウンやグランドブラウンで整えたわ。プラモ以外でこういうデカ物塗るのは久しぶりだったけど楽しかったな。そうね、ただこの状態のギドラって処理途中の鶏肉みたいね。確かにちょうどそのぐらいの大きさなんだよな。続いてこれは塗装前のお顔ね。こっちが塗装後だわ。体と同じく暗めの塗装にしたわ。口の中も赤紫にして歯も塗り直し。写真じゃ伝わりにくいけど角にゴールドでドライブラシもしてるわ。うちに来たやつは少し目の焦点が合ってなくてな。さすがにこの目の塗り直しは苦労したぜ。かなりの小顔な上に、顔が3つだからね。また動画に戻ったぞ。尻尾の先のトゲも塗り直したわ。クレオスのキャラクターフレッシュ1とホワイトを塗った後ウェザリングカラーね。翼の被膜部分もウェザリングカラーで墨入れしたわ。個人的に血管部分がちょっと浮いてる印象だったから、全体に馴染んだ色合いになったかな。あまりにも暗くしすぎたらそれはそれでダメだからな。特に汚し系の加減が難しいぜ。今回はしなかったけど綺麗な金色に塗るのも楽しそうだがな。そうそう、これはやってる人もいると思うけど、後頭部というか首にある可動受けの部分は切除したわ。見た目も悪いし切り取っても可動に特に問題なかったわ。頭を真上から見てようやく気づくレベルだから、無理にしなくてもいいとは思うぜ。続いては、このキングギドラの特徴とも言える、翼を前方に倒した状態に挑戦。映画では地上を歩く時に良くなってた状態だったな。ドラゴンというよりワイバーンみたいな感じでかっこよかったな。そうね、アクションフィギュアでそれを再現できるとは驚きだわ。ただ、この翼自体かなり大きいし重さもあるから、可動軸を気にしながら慎重に動かす必要があるわ。実際私が塗装前に触ったら危うく折れそうだったからな。慌ててシリコンスプレーを吹いたぜ。あんたのバカ力ならどんなものでもそうでしょうよ。マジで気をつけてよ。以後気をつけます。こんなことを言ってる間に主は苦戦中。実際今でも翼の正解の畳み方がよくわからん。そこら辺多めに見てもらえると嬉しいぜ。翼を開いた状態も稼働する根元部分は隙間空いちゃってるしね。稼働するという良い点がそのまま難点にもなってるのかもね。何度も言っているが不慣れな上にこの大きさだからな。アクションフィギュアだが飾るなら気に入ったポーズで安定するようにしてそのままが良いだろう。それもそうね。ただ私たちは飾る場所も困るような状態だから、撮影終えたら当分は箱に戻ってもらう予定だけど。そろそろ形になってきたかしら。変形っていうほど複雑な工程でもないからな。色々持て余す部分は多いが。動画でも苦労してたけど被膜部分を差し込んで、接続するんだけど結構硬いのよ。個体差だと思うんだけどね。それに加えて塗装したから余計タイトになってんだろうな。今後何らかの対策を考えてやらんとな。と言っても手段は限られるけどね。ようやくできたみたいよ。そうか、ちょっとカメラ位置変えるぞ。なかなかかっこいいじゃないか。映画キングオブモンスターズでこの体勢が印象深かったから、それっぽくできるのは良いな。付属の支柱パーツを横着して出してないから、塗装したビルのプラモを支え代わりにしてるわ。直立では問題なく自立するけど、この状態では支えなしでは立てないわね。そりゃそうだろ、高望みしすぎだパルシ。あとこの状態だとやっぱり見るのは正面限定かしらね。見る角度によっては翼がかなり違和感のある姿になっちゃうわ。それは仕方がない。
次は大きさ比べ、すぐ取り出せる他のフィギュアなどを置いていくわ。まずは同じハイヤトイズからゴジラ。キングオブモンスターズ版じゃなく2021の VS コング版だな。まあこいつらは並べるよな。続いてトランスフォーマーのスタジオシリーズよりメガトロン実写1よ。改造してるが元はボイジャークラスだったな。というか2体目でも無関係の作品のが来たな。あら遊戯、この2体には大きな共通点があるじゃない。こいつらに何かあったか？氷漬けから復活する。ああ、そうだったな。お次はゾイドシリーズよりゴドスよ。この小アギドラが届いたのと同じ時期に、リサイクルショップで買って修理塗装したのよ。我が家ではほぼ同期ってことか。次は同じくゾイドよりデスザウラー。さすがの大型ゾイドだな。急にキングギドラが小さく見えてきたぞ。ほんとね、ただ翼を含めた全校ではギドラが上よ。あとこれは私ね。そろそろまとめに入るわね。まあいいか。買った感想はどうだった？前回のゴジラ同様かなり満足してるわ。造形もいいし私は一部手を加えたけど塗装も凝っていたわね。劇中に近いキングギドラの可動フィギュアとして高得点つけられるわ。不満点は？動画内でも話したけどその大きさから来る扱いにくさかな。特に売りの翼の可動部分は慣れていても慎重な扱いが求められるわね。個体差だと思うけど中央の首がかなりポロリしやすいところがあったのと、買った人ならわかる人多いと思うけど尻尾がとにかく入らなかったのは良くないかな。ありがたい先人の知恵でお湯ポチャで解決したな。決して安い買い物ではないから気軽におすすめできないけど、キングオブモンスターズ版キングギドラが好きなら満足できると思うわ。今から買うなら先日発表された塗装違いのエフェクトパーツ付きになるだろうな。私たちはさすがにこの1体で十分だから購入予定はないが。ハイヤトイズさんはこれからも新商品出るみたいだから楽しみね。これからも無理のない範囲で応援していきたいな。そうね、というわけで今回はここまで。私たちはどくけどまた写真何枚か流すからそっちもよかったらどうぞ。次回は未定だがひょっとしたらプラモかもな。その時はまたよろしく。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとうございます。次回また会いましょう。